新人が来るから、お前はクビね。今までお疲れ様。ある日、突然工場長からこんなことを言われた。この工場長は、俺より18歳も年下で、親会社から派遣されたエリート社員だ。工場長は、俺が独身だということをいつもいじってバカにしてくる。俺は工場長のストレス発散のサンドバッグなのだ。しかし、工場長、お待たせしました。新人がやってきて挨拶をする。それに、えめ、と偉そうに答える工場長。しかし、いや、あなたではなくて、こちらの方に挨拶したんですけど。新人が指さしたのは、工場長ではなく、工場長はその人物を見て驚きの表情を浮かべた。すべての始まりはもう何十年も前の話になる。大学卒業後、不況の煽りを受けた俺は就職難に陥っていた。バイトをして食いつなぐしかないか、と思っていたけれど、たまたま地元の工場で求人募集が出ていたので応募。そして運よく採用された。俺を拾ってくれた会社には感謝してもし足りない。当時社長だった江藤さんは俺のことを息子のように扱ってくれた。藤原、お前はまだまだ若いんだからたくさん食えよ。給料日前、お金がなくて腹を空かせている俺を家に招いてご飯をご馳走してくれたことが何度もある。社長のおかげで俺は飢えずに済んだのだ。もし父親がいたらこんな感じだったのかな。俺には父親がいない。母親は水商売をしていて、客との間に俺を授かったらしい。だが当時複数の男性と関係を持っていた母は、俺の父親が誰なのかわからなかったそうだ。田舎に戻ってきて俺を産んだのはいいけれど、母親は育児を自分の両親に押し付けて遊びに出かけてばかりだったらしい。そしてそのうち関係を持った男と駆け落ちして姿を消してしまったのだ。祖父母はそんな自分の娘のことを疫病神だと言って心底嫌っていた。そしてその娘から生まれた俺のこともあまり可愛い存在だとは思えなかったらしい。高校を卒業して俺が働き始めると、ようやく肩の荷が下りたと言って俺を家から追い出した。俺は祖父母から可愛がってもらった記憶はないけれど、ここまで育ててくれたことには感謝している。しかし社長と出会ってから家族の温かさというものを知り、俺の家は愛情の薄い家族だったということを思い知らされたのだった。こんな俺を自分の息子のように扱ってくれた社長に恩返しをするため、俺は一生懸命工場で働き続ける。自分にできることを精一杯やろう。そんな思いで働き続けていたのだが、5年前の夏、社長が突然亡くなってしまう。原因は記録的な夏の猛暑だった。外回りをしていた社長は熱中症になり、道端で倒れてしまう。発見が遅れたせいで、病院に到着した頃にはすでに手遅れだったのだ。俺と同じ年齢の社長が亡くなって、俺もそろそろ引退しなきゃなって思ったんだ。迷惑かけてすまないが。当時の工場長もその年の猛暑はかなりこたえたらしく、社長が亡くなったのをきっかけに退職を決意。その時、俺は副工場長として働いており、これからどうなるのだろうと不安に感じていた。新しい社長には社長の息子が就任した。そして新しい工場長は、親会社から来ました大村と申します。よろしくお願いします。そう言い、大村さんはにこりと笑う。親会社所属の大村さんは最初のうちは普通の人だった。しかし徐々に仕事に慣れてくると、工場長という立場を悪用して好き勝手やり始める。俺に逆らうやつは容赦しねえからな。ニヤニヤと意地の悪い笑みを浮かべて社員たちを顎で使う工場長。さすがに目に余ったので副工場長として工場長に注意するが、工場長、
さすがにやりすぎです。は？前の社長は社員同士の絆を大切にしていました。ですから工場長も。お前さ、俺のこと舐めてんの？え？そんなつもりは。すると工場長は俺をギロリと睨みつけながらこう言い放った。俺が誰だか分かってんのか？俺は工場長だぞ。しかも親会社から派遣されてきたエリートだ。お前みたいな底辺よりはるかに上の立場なんだよ。俺の注意は全くの逆効果だったようで、この日から工場長は俺をターゲットにし始める。俺が独身だと知ると、女にモテない底辺男とバカにし、高卒と知ると低学歴の無能と見下すようになった。工場長は大卒で結婚して子供もいる。俺とは正反対の人生を送っているらしい。独身はかわいそうに、家に帰っても誰もいないんだろ。ま、お前みたいな低学歴の無能が結婚なんてできるわけないか。ゲラゲラと下品な笑い声を上げる工場長。下手に逆らうと親会社から何か言われるかもしれない。そうなったら社長にも迷惑がかかるかも。そう思うと何もできず、工場長から罵倒される毎日にただひたすら耐えるしかなかった。そして前の社長が亡くなってから5年の月日が経過した。最近では新社長の努力のおかげで業績も回復している。さらに社内の環境を一新するために親会社から新人を招くらしい。しかし工場長は、ま、俺のおかげで業績が回復したようなもんだな。社長は俺に感謝してほしいよ。そう言って自慢げにしていた。もちろん周りの人間は工場長のおかげではなく、社長がひたすら努力したおかげだと分かっている。この頃になると工場長の横柄さは社員全員に知れ渡ることになり、みんな工場長を遠巻きにするようになっていた。しかし親会社から派遣された社員なので、みんな表立って工場長を非難することはできない。俺に対するパワハラも変わらず続いていた。そして新人がやってくる日、俺は工場長に呼び出されてこんなことを言われた。お前、クビね。え？聞こえなかったのか？60歳目前のじじいはこれだから。新人が来るからお前はクビだって言ったんだ。今までお疲れ。さっさと荷物まとめてここから出ていけ。工場長は俺の方を見ようともせず、一方的にクビを宣告したのだ。社長に許可は取りましたか？これから取るんだよ。お前みたいな無能、きっと社長もいらないって言うだろ。工場長が勝手に決めたことだと分かり、俺は呆れて何も言えなくなってしまう。だいたいお前みたいな低学歴の無能が副工場長とかありえねえんだよ。前の社長と仲良かったから副工場長になれたんだろ。お前の実力じゃねえよ。散々俺の足を引っ張りやがって、とっとと消え失せろ。俺が副工場長になれたのはそれなりに努力したからだ。もちろん工場長の足を引っ張った覚えもない。むしろ彼の方が俺の足を引っ張っていたのだった。俺はこの人が来る前からずっと副工場長としてこの会社を支え続けてきた。そんなことも知りもせず、工場長はただ俺のことが気に入らないからと一方的に決めつけてくる。さすがにこれは横暴すぎると思った俺は工場長に言い返そうと口を開いた。しかし、すみません、少し遅れました。社長に挨拶をしていまして。俺たちの間に流れる険悪な空気を打ち破るかのように明るい声が聞こえた。そこにいたのは今日親会社からやってくると言っていた新人だった。ニコニコと笑顔で俺たちに話しかけてくる新人。俺、谷と申します。これからよろしくお願いします。工場長、お待たせしてすみませんでした。べこりと頭を下げて丁寧に挨拶してくれる谷君。親会社の人間は工場長くらいしか知らなかったので、その礼儀正しさに驚いてしまった。谷君の挨拶を受けた工場長はふんと鼻を鳴らし、
偉そうにこう返す。では早速新人研修を始めようか。そう言いながら谷君を案内しようとするが、いや、あなたではなくてこちらの方に挨拶したんですよ。そう言いながら谷君が指さしたのは、なんと俺だった。谷君は不思議そうに首をかしげている。というか、あなた誰ですか？誰って、俺は工場長だぞ。お前こそ何を言っているんだ。谷君の言葉の意味がわからず、工場長は狼狽する。そこに俺が割って入った。俺が工場長に就任するのは来週じゃなかったっけ？ああ、そうでしたっけ。でも親会社の研修ではすでにあなたが工場長になってましたよ、藤原さん。はあ？谷君は俺のことを工場長と呼ぶ。現工場長はまだ現状が理解できていない様子でこう叫んだ。どういうことだ？一体何が起こってるんだ？どう説明すればいいのか。おい、何を騒いでいるんだ。そこにやってきたのは2代目社長。俺が世話になった社長の息子だ。社長は怪訝な顔で俺たちを見ている。この新人がわけのわからないことを言ってるんです。この役立たずを工場長と呼んで。ああ、そのことか。いい機会だから今ここで全部話してしまおう。そして社長から語られた驚きの内容に工場長の顔色は真っ青に変わった。工場長から長年パワハラを受けていた俺だが、社長はもちろんこれを知っていた。だが親会社の人間なので下手に手出しすることもできず、口頭で注意するくらいしかできなかったらしい。しかも工場長は社長の注意を右から左へ受け流していて、まともに言うことを聞こうとせず、それどころか所詮子会社の社長だと見下しバカにしていたらしい。社長は何もできない自分に随分歯がゆい思いをしていたそうだ。すまない藤原、親父が亡くなった後で業績が悪化して親会社の援助がなければうちの工場は潰れてしまうかもしれないんだ。分かってますよ社長、大丈夫です。俺は何ともないですから。しかし俺の件だけでなく、親会社の社員と工場長という立場を悪用して好き勝手やっている工場長を社長は相当腹に据えかねていたようだ。親会社に頼らず自社だけで経営が成り立つくらいにまで業績を回復させると決意。そして5年間という短い期間でそれを叶えたのだ。前の社長も努力する人だったけれど、息子である現社長はそれ以上だ。そして満を持して社長は親会社へ直訴したのだった。そちらの社員は随分と問題があるようです。工場長のパワハラ問題や立場を悪用した問題行為などの証拠をすべて集めて親会社へ提出。俺は社長に協力すべくパワハラに耐えつつ録音したり記録をつけたりなどして工場長からのパワハラの証拠集めをしていたのだ。しかし親会社はこれを聞いてもまあ穏便に済ませましょうと曖昧な態度を取り続けようとしたらしい。社員の問題が表立ってしまったら親会社としての立場がなくなる、そう考えていたのだろうが。でしたらこちらにも考えがあります。我が社は現在子会社ですが、親会社であるそちらから完全に独立する覚悟があります。そちらの会社の社員をこのままうちの工場長に据え置くというのなら、独立後に当該社員を解雇します。これには親会社も驚いただろう。事実上の無本宣言である。ここ数年は業績が回復し、今後も上調子が期待されている工場に独立されたら、親会社の損失はかなりのものになるだろう。結局親会社は工場長を本社に戻すことに決定。そして社長は俺を次の工場長に内定してくれた。親会社で新人教育を受けていた谷君は、新しい工場長は俺だと教えられたらしい。ちなみに谷君がうちの派遣になったのは、親会社がうちの会社と何とか関わりを持っておきたいから。そこまでしないといけないとは親会社も必死だ。とにかくすでに親会社の方でも工場長は俺に決定したようなので、
あとは今の工場長を親会社に戻すだけ。というわけなんです。俺と社長から事情を聞いた工場長は驚きのあまり口をパクパクさせている。まだ信じられないといった様子だ。嘘に決まってる。親会社のエリートの俺が工場長じゃなくなるだとは。そして目を見開いたまま俺の方を見た。その上、次の工場長がこの無能？ありえない。一体どんな手を使ったんだ？怒りで顔を真っ赤にした工場長が社長に向かって叫ぶ。正当な方法を使っただけだ。あえて言うなら、この結果は全部お前の自業自得。お前の悪行がこの結果を招いたんだ。ありえない。二代目のボンボンのくせに生意気だぞ。俺がいなければ業績は回復しなかった。息子だからという理由だけで社長になれたお前にそんなことできるわけ？工場長が勢い余って社長につかみかかろうとした。俺は工場長の腕をつかみ、それを止める。離せ。無能のくせに俺に歯向かうな。いい加減にしろ。工場長の叫び声以上の大声で怒りの言葉を放つ。俺の恩人の息子さんを罵倒するなら容赦しない。お前は親会社に所属しているだけのただの無能だ。さっさとここから出ていけ。俺が本気で工場長に切れるということは今までなかったことだ。ここまで怒った俺の顔を見たのは初めてだった工場長は俺の勢いにひるんでしまう。さらに俺たちの言い争いを黙って見ていた谷君からとどめを刺されてしまった。ああ、なるほど。あなたが親会社で話題になってた現工場長なんですね。子会社で選ぶって好き勝手やった結果、親会社に突っ返された無能な社員だってみんな言ってますよ。親会社に戻ったとしてもそれなりの待遇でしょうね。今後の昇進や昇給は期待しない方がいいでしょう。というか、あちらの会社でクビにならないように気をつけた方がいいのでは？可能性としては十分ありえますよ。自分と同じ親会社から派遣されてきた谷君の言葉は相当効果があったようだ。工場長はそれ以上何も言えず、力なくうなだれるしかできなかった。その後、工場長が親会社に戻ることが正式に通達された。工場長は諦め悪く他の社員に俺がいなくなったら困るよなと聞いて回ったらしい。しかし社員たちは全員が口を揃えてこう言ったそうだ。いえ、全く困りません。工場長は他の社員から全然慕われていないことに気づき、意気消沈のまま親会社に戻っていった。あれで慕われてると思ってたんですか？えらく自信満々ですね。逆に尊敬しますわ。谷君の歯に衣着せぬ言いように俺は思わず苦笑いをこぼした。親会社に戻った工場長だが、悪評が広まっていたため社内に居場所がないらしい。周りから冷たい目で見られる毎日で耐えきれず、社長のところに戻らせてほしいと連絡したそうだ。もちろん社長はこれを拒否。そして今度は俺のところに謝罪となんとか社長に取りなしてほしいと懇願する連絡が来た。仕事で忙しいのであなたに構ってる暇はありません。俺はそれだけ返すと工場長の連絡先をブロックした。これ以降彼が俺たちに関わってくることはなくなった。そして俺が新しい工場長になった後、社員たちと力を合わせて仕事に励む環境づくりに集中。そのおかげなのか今年の業績は大幅アップした。社長からボーナスに期待していいぞと言われ、社員たちはみんな大喜びだ。これからも俺はこの会社のために精一杯尽くしていきたいと思っている。